英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing today? NHK ワールドニュースを使いながらしっかりと英語力、そして情報力上げていきましょう。まず、この NHK ワールドニュース、英語字幕ありで確認してアウトライン、ニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に、原稿 NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながらしっかりと私たちも声に出して日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしつつ難しい単語や表現、そしてニュースの詳細な意味確認していきましょう。3番目は字幕なしでもう一度このニュースを見て今度は英語のリスニングだけでしっかりと詳細聞き取れるのか、2番目で学習した単語表現を覚えているのかチェックしていきたいと思います。ここまではニュースから英語を学びながらしっかりと情報をインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報を英語を話しながら今度はアウトプットする練習、スピーチ練習を生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャットを使いながらやっていきたいと思います。日本人英語を話すのが苦手と言われていますけれども、このチャットを使いながら無料でいつでも好きな時に英語を話す練習をすればどんどんスピーキング力が上がっていくと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただいて一緒にスピーキング力も伸ばしていきましょう。英検1級開示チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら日銀総裁金融政策どうしていくのか、英語を学びながら情報力アップしていきましょう。Let's get it started. それでは、この左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. And the Bank of Japan Governor Ueda Kazuo has stressed that an end to negative interest rates won't necessarily mean the central bank will change its easy monetary policy. Ueda told lawmakers on Friday that the BOJ will consider whether to continue massive monetary easing once its goal of stable 2% inflation seems assured. Considering the current prospects for future price movements, the accommodative financial environment is highly likely to continue for the time being, even if the bank ends negative interest rates. Ueda also addressed concerns over the consequences for the central bank's finances of its exit from massive stimulus programs. Analysts expect bond yields to rise, causing the value of government bonds held by the BOJ to decline. Now, the governor acknowledged that the bank's finances could temporarily deteriorate, but he said it will strive to conduct the right monetary policy while bearing its financial health in mind. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありでこのニュース見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要を聞き取れましたでしょうか。日銀の上田総裁がですね、金融政策についてコメントしていましたけれども、どういうことということを思った方もいると思いますけれども、それではこのですね、ニュース、次は今聞いた上手な NHK ワールドキャスターの英語を思い出しながらしっかりと私たちも英語原稿を音読して日本人が苦手と言われているスピーキング力を上げつつ、この金融政策についての単語表現、そしてニュースの詳細の意味捉えていきたいと思います。それではですね、この左側の英語、声が出せるという視聴者の方、一緒に英語を話しながらですね、右側の日本語訳とも照らし合わせて内容を見ていきたいと思います。では、ここから音読をしていきましょう。And the Bank of Japan Governor Ueda Kazuo has stressed that an end to negative interest rate won't necessarily mean the central bank will change its easy monetary policy ということで、日本語訳右側ですね。日銀の上田総裁、この上田、漢字間違ってますけども、総裁、マイナス金利の解除は必ずしも日銀の金融政策の変更を意味するものではないと強調した。ここで、金融政策ですね、経済のこと詳しい方はどういうこと矛盾してないかと思うと思うんですけども、マイナス金利というのは金利をマイナスにして市場にお金をジャブジャブ流す、超金融緩和策ですね、今日本やってますけれども、それを解除する
金利を上げるということは、金融引き締めを行うということですけども、植田総裁、マイナス金利の解除は必ずしも金融緩和策の変更を意味するものではない。相反する、矛盾したことを言ってるんですね。さあ、ではここ、単語表現見ていきましょう。BOJ って訳される固有名詞の Bank of Japan、日銀ですね、日本の中央銀行。そして stress that というのは強調したということですね。stress というのは強調です。何を、強調したか、ストレスしたかというと、end to negative interest rate。negative interest rate。ネガティブというのはマイナスというんですね。interest rate 金利ですから、マイナス金利政策を終わるということは、won't necessarily。必ずしも何々ではないですよ。意味するものではないですよ。won't necessarily means ね。何を意味するものではないか。Central Bank、この日銀が change its easy monetary policy、金融緩和策を変えるということでは必ずしもないですよ。どういうことなんだと思いますね。じゃあ次見ていきましょう。さあではここ音読しながら悩めていきたいと思いますけども、上田 told lawmakers on Friday that the BOJ would consider whether to continue its massive monetary easing once its goal of stable 2% inflation seems assured. ということで、日銀の総裁上田さん、金曜日、国会ですね、議員に対して、日銀安定して 2% インフレの目標が確実になった段階で、大規模かつ大胆なですね、金融緩和を継続するか検討すると述べたということです。さあではここ単語表現を見ていきたいと思いますけども、consider というのは検討する、しっかり考えるという意味ですね。consider。whether というのは何々かどうかという意味です。continuous というのは継続的なということですね。massive 巨大なという意味ですね。大きな monetary easing 金融緩和策。今日本金利をマイナスにしてお金ただ同然で借りられますよ、どんどん借りて投資してくださいよと言ってめちゃくちゃお金借りやすい状況ですけれども、日本経済あんまり伸びないということですね。もうどうなるんだろうということですけれども、この金融政策ですね、マッシブモネタリーイージング、これを今転換するかどうかという議論がずっと去年からされてますけれども、一体何が日銀さんしたいんだろう、何ができるんだろう、打つ手がないんじゃないかと思わせるほどですね、思わせぶりなコメントがずっと続いてますけれども、Its goal of stable 2% inflation simply assured。 日銀が目標としているインフレ率 2% というものが確実になったら、このマイナス金利やめるかもしれない。そしてこのジャブジャブにお金を市場に流すこの金融緩和策変えるかもしれないと言ってますけれども、もう経済に精通している人とかはですね、気づいてると思うんですね。 2% インフレーション、むしろもう1年近くですね、 2% インフレだけですね見たら超えてるじゃないかと。なんでマイナス金融政策やめないのということですよね。さあでは次見ていきましょう。ではここですね、音読しながら見ていきたいと思います。 Considering the current prospects for future price movements, the accommodative financial environment is highly likely to continue for the time being if the bank ends negative interest rate ということで、これですね、現時点での今後の物価動向の見通しを考慮すると、たとえマイナス金利を解除としたとしても緩和的な金融環境というのは当面続く可能性が高いということで、どういうことなんだろうと思いますよね。アメリカなんかはどんどんインフレが高くなるからものすごく金利を上げてですね、なんとか経済を抑え込もう、経済が過熱しすぎだということでやってますけれども、日本はですね、まだマイナス金利、ただ同然のお金借りられる、そんな状況でも物価がなかなか上がっていかない。しかもこのインフレーション、物価の上昇というのは2つあってね、コストプッシュインフレっていうのとデマンドドリブンインフレっていうのがあって、コストプッシュインフレっていうのは原価ですね。物が高くなるから、仕方なく物価が上がっていく。悪いインフレ。デマンドドリブンっていうのはアメリカで起こっている。買いたい。みんなが元気があって買いたい、買えるという余裕があるからインフレが上がっていく。この2つパターンありますけども、日本は前のですね、コストドリブンですね。コストプッシュインフレーション。
原価が高くなっているから仕方なく上がっている。こういうインフレなので、長続きはしないということは、日銀の上田総裁もですね、よく知ってると思います。それでは、単語表現見ていきましょう。prospect、展望、見通しですね。current prospect、現在の見通しですね。そして、accommodative financial environment、accommodative、長い単語ですけども、チェックしていきたいと思います。この Google 自動翻訳を使うと自分の発音が通じるかどうかをチェックできます。この音声入力にの翻訳というボタンを押して、accommodative、accommodative ここに出しながら覚えるとしっかり記憶にも単語残ると思います。accommodative、寛容ということですね。accommodative financial environment というのは寛容というか、マイナス金利政策のこの環境ですね。highly likely to continue ということで、高い確率で続くだろう for the time being ある期間ということですね。even if the bank has negative interest rate ということで、日銀がマイナス金利政策を終わらせたとしても、この金融、accommodative financial environment、マイナス金利政策、めちゃくちゃお金が借りやすい状況っていうのは作りますよっていうことですよね。なんか言ってることが矛盾してるようにしか聞こえないんですけれども、日本、この accommodative financial environment、お金がめっちゃ借りやすい状況でも、この経済の成長率ですから、もし金利を上げるとですね、経済が冷え込んで、どうにも首が回らない、税収も落ち込んでですね、少子高齢化のこの日本も終わってしまうんじゃないかという状況になるんじゃないかと思うのは私だけでしょうか。では次見ていきましょう。ではここですね、音読しながらいきたいと思います。Whether also addressed concerns over the consequences for the central bank's finance of its exit from massive stimulus programs. Analysts expect bond yields to rise, causing the value of government bonds held by the BOJ to decline ということで、上田氏、大規模な景気刺激策からの離脱、中央銀行の財政に与える影響について懸念も言及したということで、アナリスト、専門家、債券利回りが上昇、日銀が保有する国債の価格が下落すると予想しているということで、日銀が保有している国債、ものすごい金額ですから、この価格が下落すると、帳簿上ですね、日銀の財務というのがものすごく悪化する。そして、国債というのは値段が下がれば、利子、払う利率ですね。それが上がりますので、国債に対するその払わないといけない利子っていうのもどんどん上がってしまって、国債、日銀がですね、みっちもさっちもいかなくなると。日銀が破綻してしまうのではないかということで、それについて言及したということですね。さあではここ、単語表現見ていきましょう。address というのは言及するですね。言及したと。concern というのは懸念とか心配事ということですね。over というのは about に近いですけど、何々についてということで、concerns over the consequences というのは、consequences 結果ですね。result と何が違うかというと、consequences というのは悪い結果を表すときに使われることですね。result ではなくて。consequences 結果ですね。どんな結果かというと、このMassive Stimulus Program 超低下金利のこの金融緩和策から Exit 出口ですね。終わらせるとですね。終わらせることについてのこの Consequences 悪い結果が起こる可能性があるということに言及したということです。そしてAnalysis というのは、専門家という意味ですね。分析者という意味がありますけれども、こんなことを予想している、expect しているということで、bond yields rise ということで、bond yields、国債に関する yields というのは利率ですね。利率がどんどん上がっていく、cause the value of government bonds held by the BOJ to decline ということで、日銀が保有している
日本政府のですね、国債というものが価格、その価値というのはデクライン、下がる。そして利率が上がるということで、帳簿上も大変になるし、その利率も上がって、その払わないといけない利子ですね。それも上がってしまって、consequences、悪い結果を日銀自体にもたらすということにも言及したということですね。さあでは、最後、音読していきましょう。この部分ですね。しっかりと音読しながら、スピーキング力高めていきたいと思います。では行きましょう。Now the government of acknowledged that the bank's finances could temporarily deteriorate, but he said he will strive to conduct the right monetary policy while bearing its financial health in mind. ということで、日銀総裁、現在、銀行の財務が一時的に悪化する可能性があることを認めている。財務の健全性を念頭に置きながら、適正な金融政策の運営に努めると述べたということですけども、もう日銀もですね、首が回らない状況になってしまっているのではないかなと思っている方も多いんじゃないでしょうか。さあでは、ここですね、見ていきましょう。acknowledge っていうのは認めるっていうですね、ここが関係になって acknowledge 認めたっていうことですね。The bank's finance っていうのはこの日銀の finance ですね。財務ですね、finance。日銀の財務っていうのが temporarily 一時的に deteriorate 悪化するということを acknowledge と認めたということです。temporarily 一時的だったらいいですけれども、一時的で終わるのかどうかっていうのはわからないですよね。temporary 一時的です。deteriorate 悪化するですね。覚えておきましょう。そして strive to というのは努めるというですね。努力する、努める。strive to conduct 行っていくことに努めますということで、何を努めるのか目的語が後に来ていますけども、right monetary policy ですね。適正な monetary policy 金融政策を行っていくことを努めますとこう言っていますということでした。さあでは、英語と日本語字幕を使いながら、日本の中央銀行、日銀が考えていること、少しはですね、難しい、理解に苦しむところもありますけれども、英語を学習しながら、しっかりと情報力もアップできたんじゃないでしょうか。では次は、3番目ですね。字幕なしで、この NHK ワールドニュースをしっかりと見て、英語のリスニングだけで、このニュース、しっかりと詳細理解できるのか、学習した単語表現しっかりと覚えているのか、チェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。And the Bank of Japan Governor Ueda Kazuo has stressed that an end to negative interest rates won't necessarily mean the central bank will change its easy monetary policy. Ueda told lawmakers on Friday that the BOJ will consider whether to continue its massive monetary easing once its goal of stable 2% inflation seems assured. Considering the current prospects for future price movements, the accommodative financial environment is highly likely to continue for the time being, even if the bank ends negative interest rates. Ueda also addressed concerns over the consequences for the central bank's finances of its exit from massive stimulus programs. Analysts expect bond yields to rise, causing the value of government bonds held by the BOJ to decline. Now, the governor acknowledged that the bank's finances could temporarily deteriorate, but he said it will strive to conduct the right monetary policy while bearing its financial health in mind. さあ、どうだったでしょうか。字幕出して、この NHK ワールドニュース見てみましたけれども、しっかりと英語のリスニングだけで、ディテール、詳細理解できましたでしょうか。そして、学習した単語表現しっかりと覚えてましたでしょうか。何度も聞いてですね、しっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムにならせながら、しっかりと英語力を上げていきましょう。さあ、3番目まではですね、しっかりと英語を学びながら、情報力アップできたと思いますので、次は4番目。マイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら、無料で好きな時にいつでも楽しく
英語を話す練習をして、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力、スピーチ力アップしていきたいと思います。これを使うとですね、しっかりと英語を話す機会をどんどん増やして、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップに貢献できると思いますので、皆さんもいいなと思ったら、ぜひやってみてください。それでは今からどのように英会話しているのかですね、実際にデモンストレーションしたいと思いますので、見ていただければと思います。使うのは今画面に映ったこの Microsoft Bing Chat Copilot ですね。2つ注意点があって、1つ英語でやり取りしますので、言語設定は日本語ではなくて英語に設定を切り替えるというのがまず1つ目。そして2つ目はですね、このボタンを押して英語で話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができると、このチャット、スピーチが終わったのかなと思って、リスニングを強制的に切り上げてしまいますので、まだ続いているということがわかるんですね。Well とか、I'm thinking about 考えてますみたいな感じで声を出しながら、まだ自分のスピーチは続いてるんだよというのを声でですね、音で発信すると、リスニング継続しますのでいいと思います。注意するのはその2つだけで、あとはですね、このボタンを押して自分の話したいことを英語でどんどん話せば AI を搭載しているチャットですので、関連する情報とかですね、しっかりと英語のスピーキングとライティングで返してきてくれるので、スピーキング練習相手にですね、相手のベストパートナーになると思います。繰り返しになりますけれども、無料でいつでも好きな時に練習ができる。最高ですよね。そして話す内容がないとなかなか日本語でも言葉出てきませんので、私の場合はですね、最新のニュースインプットした、それをもとに情報をもとにアウトプットをしていくっていう練習していますけれども、ニュースなんか興味ない、政治なんか興味ないという方は自分の趣味とかですね、食べ物とか文化とか何でも返してくれますので、非常にいいと思います。それでは今からこのボタンを押してスピーキング練習、どのように活用して英語を話す練習をしているのかやっていきたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi Bing, how are you doing today? I'm good. I've checked latest news from NHK World, and I'd like to share that latest news with you as a part of my practice to improve my speaking ability. Is that okay for you to listen my speech in English? こんな感じで話すと、ここに聞き取ってくれて。Certainly. I'd be happy to listen to your speech in English. Please go ahead and share the latest news from NHK World. Alright, thank you very much for your reply. I'll try my best. This news I got is about Japanese central bank, Bank of Japan's governor, Kazuo Ueda, spoke his ideas and thoughts in front of policymakers at the Congress. What he said is to end Japanese negative interest rate policy won't necessarily mean to end massive monetary policy. But I can't understand what he's talking about because this is exactly contradictory. Because if increase interest rate, that means to end monetary policy, massive easy monetary policy. If interest rate will be down, minus, that means massive monetary easing policy continues. So I thought what he said is totally opposite, totally contradictory ideas. So I couldn't understand what he said. Could you understand this point? Certainly. Let's break down the statements made by Bank of Japan's Governor Haruhiko Kuroda and explore their implications. Negative interest rate policy. The Bank of Japan (BOJ) has implemented a negative interest rate policy.
This means that financial institutions are charged a fee for holding excess reserves at the BOJ. Essentially, it encourages banks to lend money rather than hoard it. The current short-term interest rate set by the BOJ is minus 0.1%. This policy was introduced in January 2016 as part of the BOJ's efforts to stimulate economic growth and combat deflation. Massive monetary policy. The BOJ's monetary policy goes beyond just negative interest rates. It includes a combination of measures aimed at achieving price stability and supporting economic activity. One of these measures is quantitative and qualitative monetary easing (QQE), which involves purchasing government bonds and other assets to inject money into the economy. QQE also includes yield curve control, where the BOJ targets specific yields on government bonds to influence interest rates. Contradictory statements. You rightly pointed out the apparent contradiction in Governor Kuroda's statements. On one hand, he suggests ending the negative interest rate policy, but on the other hand, he emphasizes continuing massive monetary policy. Here's the key to understanding this. Ending the negative interest rate policy doesn't necessarily mean an end to all monetary easing. It's possible to adjust interest rates while still maintaining other forms of monetary stimulus. For example, if the BOJ were to increase interest rates, it would signal a shift away from ultra-accommodative monetary policy. However, this doesn't automatically mean an end to all monetary easing. The BOJ could still engage in other forms of monetary support, such as asset purchases or forward guidance. Conversely, if interest rates were to decrease, it would continue the accommodative stance, even if the negative interest rate policy were abandoned. Balancing act. Central banks often face a delicate balancing act. They need to manage inflation, economic growth, and financial stability. Governor Kuroda's statements likely reflect this complexity. He aims to communicate that the BOJ is flexible and will adjust policies as needed to achieve its goals. The challenge lies in finding the right mix of policies to support the economy without causing unintended consequences. In summary, while the statements may seem contradictory at first glance, they highlight the nuanced approach central banks take to navigate economic challenges. The BOJ aims to strike a balance between interest rates and other monetary tools to foster sustainable growth. Alright, thank you very much for your deep analysis and information. I appreciate it. But I needed to say something about what you said. First, the governor of current BOJ is not Kuroda, it's Ueda. I know it's sometimes difficult for foreign people to understand individual names. For Japanese person, it's sometimes difficult to correctly understand and pronounce foreigners' name like Michael, like that. But it's okay. And what I noticed from remarks made by Ueda, current BOJ governor, if he think and other policymakers think that inflation ratio achieves their 2% goal, they will take and change monetary policy. But as far as I understand, Japanese inflation has been almost 1 year above 2%, even though it is cost-push inflation. So I think Japanese government Ueda already understood which type of inflation is happening here in Japan. I think this is a cost-push inflation, and this is the bad side of inflation because it is not demand-driven inflation. So I think he cannot increase interest rate, unfortunately, because once BOJ decided to raise interest rate, it will definitely cool down Japanese economy. Even though, as you said, Japan has continued massive monetary policy since 2016. So it is almost 10 years they have continued this massive monetary policy. But unfortunately, Japanese economy's growth rate is almost zero, or like a 1% or like that. So this is very sad, and this is truly addressing and showing how Japanese economy and Japanese companies' power is weak.
even though I am Japanese, and this is very sad fact, but we needed to know this. What do you think about this point? Thank you for sharing your insights. It's indeed a complex topic, and I appreciate your thoughtful analysis. Let's delve into some aspects of Japan's monetary policy and economic situation. Inflation target and challenges. The Bank of Japan (BOJ) has been striving to achieve a 2% inflation target for years. However, reaching this goal has proven elusive. You correctly pointed out that Japanese inflation has remained persistently low, even though the BOJ has implemented various measures. Cost-push inflation, where rising production costs lead to higher prices, has been a significant factor. This type of inflation is less influenced by consumer demand and more by supply-side factors. The challenge lies in stimulating demand and encouraging spending to boost overall economic activity. Interest rates and economic impact. The BOJ's negative interest rate policy was introduced to encourage lending and investment. However, it hasn't led to the desired inflation surge. You rightly highlighted the dilemma. If the BOJ were to increase interest rates, it could potentially harm economic growth. Higher borrowing costs might discourage spending and investment. Conversely, keeping interest rates low for an extended period can have unintended consequences, such as distorting financial markets and affecting savers. Japan's economic landscape. Japan faces unique challenges, including an aging population, a shrinking workforce, and a high debt-to-GDP ratio. Despite massive monetary policy efforts, the economic growth rate has remained sluggish. Japanese companies have faced difficulties in adapting to global changes and technological advancements. The lack of innovation and agility has impacted their competitiveness. Balancing act. Central banks worldwide grapple with balancing monetary policy. The BOJ must consider both short-term and long-term effects. While maintaining accommodative policies, the BOJ also needs to address structural reforms, encourage investment in innovation, and enhance productivity. It's essential to strike a balance between supporting the economy and ensuring financial stability. Hope for the future. Japan has a resilient workforce, a strong industrial base, and a rich cultural heritage. These assets can contribute to a brighter economic future. Policymakers must continue to explore creative solutions, including fiscal measures and structural reforms. As a Japanese citizen, your awareness and concern about the country's economic challenges are commendable. Acknowledging these issues is the first step toward finding solutions. Remember that economic dynamics are multifaceted, and there's no one-size-fits-all solution. Let's hope for positive developments and continued efforts to strengthen Japan's economy. That's good. What you said is very point-based opinion, and I feel very good feelings for this conversation because this is very good, not only improving my English speaking ability, but also deepen my knowledge this time about Japanese economy, not only Japanese, but also whole economy around the world. So I think doing this kind of output by speaking out in English with this kind of very interesting topic is very good practice for us, for Japanese, to improve our speaking ability. Is that right? Absolutely. Yeah. I'm glad to hear that you found our conversation valuable. Discussing topics like the Japanese economy in English is an excellent way to enhance both language skills and understanding of global issues. Engaging in thoughtful conversations broadens our perspectives and helps us learn from one another. Keep practicing and don't hesitate to explore more fascinating subjects. こんな感じで英会話デモンストレーションしてみましたけれども、この Microsoft Bing コパイロット使いこなすとですね、まるで人間と英会話をしているように無料でいつでもどこでもこのように英語をしっかりと話してですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力上げていけると思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、どうしても海に囲まれた島国日本に住んでいると、日常生活の中で英語を使うことがないんですね。使う必要性もないし、使う機会もないということで、話さない英語、
絶対上達しませんので、どうやって機会を上げていくのか、話す機会を作っていくのかっていうのが非常に重要なポイントになると思いますけれども、そこでこのマイクロソフトでですね、コパイロット、今デモンストレーションしましたけれども、これを使うと、無料でいつでも好きな時にガンガン英語が喋れて、どんどん英語のスピーキング力、日本人が苦手と言われている能力伸ばしていけると思いますので、すごくおすすめです。いいなと思った視聴者の方ですね、ぜひこのコパイロットを使って一度試してみてください。めちゃくちゃ楽しいです。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースと英語学習 NHK ワールドニュース使いながらですね、日銀の総裁、この植田総裁が、国会で日銀の金融政策説明しましたけれども、理解が難しいなと思ったのですね。マイナス金利政策を得るということは、金融緩和策を得ることではないという相反する、この言葉、どんな意味を含んでいるのか、経済学者ではないので深くはわからないですけれども、シンプルに考えるとどういうことだと思うのは私の個人的な意見ですけれども、皆さんも英語を学習しながらどんなことを感じましたでしょうか？英研究家事チャンネルですね。しっかりと英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画、これからもどんどん上げていきますので、いいな、使えるな、英語学習に使えるな、情報力アップできるなと思った方は、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、コメントなんかもいただいて応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力を上げながら、しっかりと厳しい状況ですけれども、生き抜くために情報力も上げつつ、英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video towards the end. I hope you enjoyed this video and we could get new English vocabularies and expressions from this NHK World News. If you think that this channel is good for you to improve your English skills and expand information knowledge, please subscribe my channel and EQ Kaji channel. Thank you for watching until the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.